どうも皆さん、カイトです。レトロな SF ディストピアシグナーリスをご存知でしょうか。こちらは2022年10月27日に Nintendo Switch、PS4、Xbox、Steam でリリースされたゲームになります。早速スイッチ版をラストまでクリアしたんですけど、懐かしい気分を味わえるコズミックホラーでしたね。コズミックホラーってなんやねんって方多いと思うんですけど、宇宙的恐怖という感じで根源的な異質な存在が出てくるイメージを持つのが良いかなと。超絶難解な謎解きに情報量が半端ないストーリー、クローズドサークルを思わせるような閉鎖感に異質な敵との攻防戦は非常に面白かったです。今回はシグナーリスというおすすめ作品のジャンル、ストーリー、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになるんですが、コズミックホラー要素を取り入れたサバイバルアクションになります。主人公であるエルスターを操作して現実と思えない SF 世界をクリーチャーをなぎ倒しながら真実を見つけ出す感じです。レトロクラシックホラーを思い起こすようなゲームスタイルではありますが、ラジコン操作でないのが救いです。基本はフロアに配置されている情報をもとに謎を解決、そして鍵を見つけてはさらに謎を解決していくという流れです。探索はサードパーソン、ファーストパーソン、ポイント&クリックでパートは分かれており、シチュエーションでそれぞれ異なりますね。探索時はクリーチャーが行く手を阻んでくるんで、銃で応戦したりスタンガンを叩きつけて突破していきます。銃はピストル、リボルバー、ショットガンなど全部で6種類で、近接武器としてスタンガンとテルミットフレアの2種類があります。全てに弾数個性制限があるのもクラシカルで、むやみに撃ちまくったり使用すると弾がすぐなくなるので注意が必要です。銃はクリーチャーに向けてのエイム操作で、レッドラインで標準を定めてポイントが定まった時に確実に当てるのがコツ。相手が転げ落ちて暴れている時は踏みつけでのとどめを忘れずに。一定時間経つと倒れているクリーチャーは復活するので覚えておいてください。メニュー画面はインベントリメニュー、ログメニュー、マップメニューの3パターン。インベントリメニューではエルスターの状況が確認できます。アイテムは6個しか持てないので、収納ボックスを有効活用して現時点使わないアイテムはそこに入れてストック数を確保していくのがおすすめ。アイテムは単体で使えるものから組み合わせて使用するもの、調べて謎解きに活用など様々。ちなみにこちらが現在の体力メーターで、青、黄色、オレンジ、赤の順で判断します。これが装備している銃で、これが装備しているサブアイテムですね。ダメージを食らった時は修復パッチか修復スプレーで回復できます。修復スプレーに修復パッチを組み合わせると修復スプレープラスになるので覚えておいてください。ログメニューでは今まで蓄積したデータの閲覧から謎解きには欠かせない周波数の操作ができます。マップメニューでは現在の場所から開けてない扉、開かない扉、ロックされている扉などを判断できます。黒いマークは謎解きポイントありますよマークですね。オートセーブ機能はなくて、収納ボックスと必ずセットになっているテレビを調べるとセーブが可能。セーブしないを選択すると後悔することになるみたいな文章でビビらせてきます。ざっくりと説明するとこんな感じです。次にストーリーになるんですけど、帰還する宇宙船が故障して不時着を余儀なくされます。技術者レプリカであるエルスターが目を覚まし、外に出てみるとそこは現実とは考えられないような展開が待ち受けます。彼女はいなくなってしまったパートナーと失った夢を探すためディストピアに迷い込み、現実か夢かの真実を見つけに行くお話。そしてこのゲームの魅力についてなんですが、1、2D で表現された美しいコズミックホラー。ムービーシーンでもふんだんに 2D で表現されているのが最高に上がって最高に美しい。プレステ初期を思わせるような作り込みから作風に合った語話表現がなんとも美麗。エルスターという主軸で物語が進み、断片的に語られながら徐々に解き明かされていくんですけど、画面から伝わる狂気が感じ取られ、プレイする側の心象に怖さを芽生えさせます。それが形容しがたい美しさとも感じ取られる画面いっぱいのドット文字表現も秀逸。合わせるかのような奇妙な BGM と好感をマッチしているのもそそりますね。 2D ピクセルアートを存分に楽しめるほか、敵のグロテクス加減もかなり好き。2、謎解き要素が難解すぎるけど楽しい。冒頭で超難解と言いましたが、超難解です。ですが、解けないこともない絶妙なバランス。ゲームの大きな特徴としては、
一つの謎を解いて鍵をゲットして部屋に入り、再び謎に出くわし再度解いた瞬間に鍵という展開が結構あります。めちゃくちゃ苦労して謎を解いて、これであの扉に入れると思ったら意味不明な謎解きが頻繁に起こります。これが解けた瞬間に超絶にテンション上がります。個人的に一番難しかったのは惑星のモデリング映像で位置を確認してる謎解きがあるんですけど、どの位置バランスでドンピシャの方向性がわからなくて結構時間かかりました。スマホで写真撮って照らし合わせたりしましたが、これ以外にも結構な情報量から読み解くものばかりなんで、意味不明になったらマップ画面から探索してないところを探すのが吉。それでも解けない時は手持ちのアイテムにヒントが隠されていますね。こういったレトロな謎解き要素も色々と感慨深い。3、クリア時間は11時間。自力での正確なクリア時間は11時間40分ほどでした。頭の回転がびっくりするぐらい速い方であれば10時間切るぐらいでいけるかなと。また後から調べて知ったんですけど、マルチエンド方式でエンディングが4パターンぐらいあります。さらに極めたい方は本当の真実を見つけ出すのも良いかもしれません。以上になります。コズミックホラーのサバイバルアクションシグナーリス。ストーリーが抽象的すぎて難しい反面、なんとなく理解できてからの難題の謎解き要素、さらにはクリーチャーが複数出た時の対処をミスった時の焦りから無意味なダメージを食らって発狂する。良ければ皆さんもレトロな SF クラシックな世界を楽しんでみませんか。きっと慌てる場面になった時にアイテムが全然取れなかったり、扉が全然開かなくて逃げれない時にチェック判定しびれすぎねんってなること間違いないですよ。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。